どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、水草水槽はしていますでしょうか？自分は常日頃ネイチャーアクアリウムを目指してレイアウト水槽っぽいものを管理しているんですが、その中で必ず発生するとあることに最近頭を悩ませています。それは何なのかというと、トリミングです。自分は今までメジャーで簡単な水草しかやっておらず、それに加えて有形素をふんだんに使うため、頻繁にトリミングを行わなければなりません。最近になってようやく新しい水草にいろいろ挑戦してはいるんですが、それでも各水槽のトリミング時期は結構早いです。まあ、水草なんで伸びるのは当たり前ですし、カットすること自体はやぶさかではないのですが、いかんせんそのカットしたものの処理に手を焼いています。トリミングは撮影しながらでもだいたい1時間程度ですが、そこから再利用するための剪定が数時間かかります。かといってそのまま捨てるのももったいないということで、いつも頭を悩ませていました。そこで再利用方法を考えたんですが、自分の思いつく限りでは主に3つの方法が挙げられます。1つ目は差し戻しに使う方法です。トリミングした頭頂部を同じ場所に植え直すことで密度を上げる手法ですね。これが一般的ではあると思うんですが、経験上あまり密に植えすぎると根元あたりの水流が滞って状態が悪くなるため、差し戻せる量にも限界があります。最初に植栽した量にもよりますが、基本 1,2 回トリミングからの差し戻しを行えば、それ以上同じところに植え込むことはないと思ってます。なので、それ以降のトリミングでは残骸の処理に困るわけですね。2つ目は他の水槽レイアウトに使用する方法です。こちらは比較的現実的で、複数水槽を管理している方であれば、水草の再利用もできて、なおかつ立ち上げ時の費用削減にもつながります。スペースや機材に余裕のある方は、水草ストック水槽を用意してそこに植えるということもできますね。ただ、レイアウト水槽の場合は、立ち上げるタイミングでトリミングをしないといけないですし、他の水槽に水草を移すと、スネールなどの害虫を媒介してしまうというリスクがあるのが難点です。最後に3つ目の手法として、水上栽培に移行することが挙げられます。こちらは CO2 添加が必要ない分、比較的安価で維持ができ、なおかつ暖かい時期であれば外に置いておくことで太陽光がライトの役割を果たしてくれるため、放置するだけで勝手に増えてくれます。また、先ほどのスネールなどの水生害虫の混入も避けられます。こうやって聞くと水上栽培一択な気がしてなりませんが、やはり水中用から水上用への移行が難点で、結構難しいイメージがありますよね。いろんなところで水上栽培のハウツー系動画が出てましたが、やり方が千差万別すぎて挑戦してません。そんな感じで、ざっとトリミングした水草の再利用方法を紹介してきたんですが、今回はとある計画に挑戦していきたいと思います。題して、おうちで水草水上保管計画です。先ほど言っていた屋外での水上栽培を室内でやっちゃおうという試みですね。今年からいろんな水草を使っている関係上、トリミングした水草の処理に困り、考えついたのがこの計画です。最初は水草ストック水槽を作ることも考えたんですが、30センチキューブ1個くらいの量だと、いざレイアウト作るって時に足りないですし、ランニングコストもかかります。なら空いてるスペースで水上栽培やっちゃえばいいじゃんということで考えつきました。レイアウト水槽には複数の種類の水草を使うことでスケール感が出ることに今更気づいたので、
一つのレイアウトに10種類くらい水草を使ってみたいんですよね。ただ、毎回立ち上げのたびに組織培養水草を10種類も買ってたら破産するんで、自家栽培した水草でコスト削減を図ります。屋外ですればいいじゃんとも考えたんですが、年中管理できた方が冬も継続的に使えるので屋内にしました。それではどんな風に水上栽培していくのか、ぜひ最後まで見てやってください。というわけで早速やっていくんですが、そもそも空いてるスペースってどこって話ですよね。すでに奥側の壁は占拠されてますし、これ以上置くスペースがありません。そこで気づいたのが三連水槽の一番左の空きスペースです。ここがなぜ空いているのかというと、隣の収納場所の扉を開けるためです。ただ、扉は2つあり、どちらか1つを開ければ中のものは取れなくもないです。なら、片方塞いでもいいじゃんという破滅的思想から、この扉開放スペースを占拠し、水上栽培を行っていきます。さすがに両方開けなくなると、貴重な収納スペースの3分の1が終わるんで、しっかりと広さは測定しておきます。横幅が40センチ、奥行きが48センチ以内であれば、ギリギリ片方の扉が開けられるので、それに合わせて機材を揃えていきます。まず最初に取り掛かったのは、隣の成果石三角レイアウト水槽の配線から。実はこの水槽、左側に給水パイプを配置しているため、給水ホースが水槽台の外側にあるんですよね。このままだと今後設置する機材に干渉してしまうため、当たらないように変更していきます。というわけでできたのがこちら。うちに余ってた L 字型のパイプを組み合わせ、ダブルタップを水槽台の縁に這わせることで、なんとか出っ張らないようにすることができました。そのままだと飛び出るんで、ダブルタップの終端を結束バンドで固定してます。これで準備は完了です。それではようやく購入した機材を紹介していきます。それがこちら、ヤマゼンのメタルシェルフです。価格は編集時現在9999円。よくあるメタルラックですね。正直ヤマゼンでこの価格はやべえんですけど、自分が購入した時は7399円だったので、まだ許容範囲内でした。こちらは幅45センチ、奥行き39センチという先ほどのスペースに設置するためだけに作られたような寸法をしており、多少値段が高くても気になりません。おまけに高さが159センチもあり、5段もの棚が設置できます。収納の基本は高く積み上げることだと勝手に思っているため、小スペースでかつ場所を有効活用するなら3次元的なスペース確保が求められるわけです。すでに中身を開けていますが、付属品は棚板5枚と化粧板2枚、そしてポールが8本と固定用の留め具が5枚用入ってました。超シンプルで一度でもメタルラックを組み立てたことがある方なら簡単にできると思います。工具不要ということなので嬉しいですね。それでは早速組み立てていきます。まずはポールから。なんで8本もあるのかというと、高さが高すぎるので2本のポールを組み合わせることで159センチにするようです。さすがに160センチ近いポールを1本にしてしまうと輸送コストがバカにならないですからね。下段のポールには足を取り付けるネジ穴がついているので、逆向きにセットしないように気をつけましょう。まずは付属のゴム足を取り付けていきます。この高さをしっかり調整しておかないとぐらつくので注意。自分はマックスまで下げることで面倒な調整を省きました。同様に残り3つも足を固定していきます。続いては留め具を一番下のラインにセットしていきます。この時に先にポールを連結させてしまうと
棚板をセットするのが大変面倒になるので、先に下段の棚板を取り付けることをお勧めします。邪魔な留め具を棚板で押し出しているのがいかにも大型ですね。正直このデカさの家具を撮影しながら組み立てるのは至難の業だったんで、多少荒いのは許してください。こんな感じで手で取り付ければ OK。一応全体重かけて水平になるようにしっかり押し込んでおきましょう。続いては4本のポールが棚板で固定されたので、上段のポールを接続していきます。これも簡単で、ただ手回しするだけでつけることができます。工具などを常備していない自分みたいな人には、身一つで組み立てられる安い家具は助かりますね。4本すべてセットできたら、先ほど同様留め具をセットし、その上に棚板を乗せます。この時はしっかりと高さを合わせておきましょう。一つでもずれてるとやり直しになるので、メジャーなどで測定することをお勧めします。3段目も同じようにしていきます。この時、収納するものによって棚板の高さを変えてもいいんですが、自分の場合はすべての棚板同士の距離が同じになるように配置しています。これも結構面倒で、159を3で割ってもくぼみがそれに合わせて掘られていないので微妙にずれるんですよね。段数が多いので下段の棚板の高さを間違えると大変面倒なので、何度も測りながら作業しました。ここが一番だるかったです。というわけで完成したのがこちらになります。作業途中でとっちらかってますがご了承ください。改めて見ると超高いですね。身長170超えの自分よりもちょっと低いくらいだと考えると、最上段に置くものは考えた方が良さそうです。それでは実際に激狭スペースに押し込んでいきます。入念に採寸はしましたが、ちゃんと入るのかドキドキでしたね。というわけで無事に水上栽培用の棚がセットできました。ご覧の通り超シンデレラフィットしております。隣の水槽ともゼロ距離で、収納扉の片方もギリギリ開くスペースです。本当、このサイズのスチールラックを販売してくれた山善には感謝ですね。ちょっとお高めでしたけど、大変満足いくお買い物ができました。しかしこの棚、実は一つだけ不満点がありまして、それは何なのかというと、化粧板が2個しか付属されていないことです。なぜ5個棚板があるのに化粧板を2個しかつけないんだよと小1時間問い詰めたいんですが、価格を抑えるためには仕方ないことというのもわかります。しかし別売りすらしてないのはどういうことなんだ。血眼になって探しましたが、ついぞ見つけることは叶いませんでした。金は追加で払うからこれと同じ棚板をマジでくれ。さすがに棚板2個手に入れるために1万円のスチールラックをもう一つ買うのは無理です。もしこれと同じ棚板が別売りされていることを見つけた方は、ぜひコメントで教えてください。速攻でポチります。というか、ケチるにしてもせめて3枚くらいつけてくれよ。というわけでいかがだったでしょうか。屋内で水上栽培計画第1弾ということで、スチールラック設置をしていったんですが、アクアリストは何をするにしても毎回スペースない問題が発生しますよね。はまればはまるほど水槽は増えていきますが、それを置くスペースがないのが一番つらい。こうなることを予見して、引っ越してすぐから収納関係はこだわってましたが、それにしても足りなすぎる。天からお金が降ってきて大豪邸建てれるようにならないかなと切に願っております。というわけで次回は実際にどのように水上栽培していくかを公開していきますので、チャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。
それではご視聴ありがとうございました。